現代貨幣理論、モダンマニーセオリー、あるいはモダンマネタリーセオリー、略して MMT は、財政赤字を容認する理論として、近年米国のみならず、日本でも大いに注目されています。このプレゼンテーションでは、現代貨幣理論の基本を解説しつつ、その是非を論じます。また、現代貨幣理論に基づいて、日本の経済政策の転換を主張する令和の政策ピボットが正しいかどうかをも考えます。第1章、現代貨幣理論とは何か。現代貨幣理論とは文字通り、貨幣とは何かに関する現代的な理論のことですが、今日 MMT が注目されているのは、そうしたアカデミックな理論ではなくて、この理論に基づいて提唱されている財政政策です。すなわち、この理論の支持者たちは、デフレから脱却するためには、過度なインフレにならない限り、自国通貨を発行できる政府は、財政赤字を拡大して国債を発行してよい。金融緩和だけでは不十分で、積極財政が必要だ。不況時に公共事業で失業率を下げる雇用保障プログラムを導入すべきだと主張しているのです。米国でこうした主張をしているのは、労働者の権利の保護に熱心な急進左派です。雇用保障のような社会主義的な主張が含まれているのはこのためです。日本では米国と比べて失業率が低いので、雇用保障まで主張する MMT 支持者はあまりいません。米国の政界では伝統的に、共和党が新古典派経済学に基づいて市場経済への介入に慎重であるのに対して、民主党はケインズ経済学の系統を引き継ぐニューケインジアンに基づいて市場経済に介入しようとします。ところが2016年の米国大統領民主党予備選挙で社会民主主義的な公約を掲げたバーニー・サンダースが主流派のヒラリー・クリントンに善戦したことで、民主党内の急進左派が存在感を高めました。民主党急進左派はニューケインジアンよりももっとケインズ経済学を忠実に受け継ぐポストケインジアンの経済政策を採用します。そして MMT はポストケインジアンに属する経済理論です。バーニー・サンダースや2019年1月に若くして下院議員になって注目されたアレクサンドリア・オカシオ・コルテスの政策顧問をしているステファニー・ケルトンが MMT の提唱者であったことから MMT が世間に広く知られるようになりました。これにこうして日本の政界でも2019年、つまり令和元年の頃から MMT の支持者が増えました。2019年4月に西田昌司が国会で MMT を取り上げ、2021年9月に実施された自民党総選挙では高市早苗が MMT に基づく積極財政を主張して話題となりました。日本では米国とは異なり、右寄りの国家主義者に支持者が多いのが特徴です。海外ではアベノミクスのような量的金融緩和は保守よりもリベラルが好む政策ですが、日本では保守がリフレを実行し、リベラルはアベノミクスを批判するというように立場が逆になっています。もちろん日本でも山本太郎のように MMT を支持する急進左派もいますが、日本のリベラルには脱成長論を唱えて経済成長に関心を持たない人が多く、そのためか左派の MMT の支持者は米国と比べると少数派であるのが現状です。
日本の政界だけでなく、民間でも MMT に基づく政治運動を行っている団体があります。反緊縮財政、反グローバリズム、反構造改革を掲げる令和の政策ピボットがそうです。ピボットとは、方向転換や路線変更などを意味する言葉で、事業に行き詰まった企業が経営方針を大転換するときによく使います。国家運営も同様に方向転換しろというのが彼らの主張です。令和ピボット宣言にはこう書かれています。平成時代の日本国民は長期のデフレーションに苦しめられてきました。歴代政権は国民が豊かに安全に生きることを実現する経世済民の精神を放棄し、緊縮財政と小さな政府という大方針に固執。特定ビジネスの利益拡大を目的とした構造改革やグローバリズム政策ばかりが繰り返され、結果、国民の貧困化と格差の拡大を招き、国家の著しい衰退が進みました。この運動の呼びかけ人を見ると、三橋貴明とか藤井聡といったおなじみの面々が名を連ねています。筒井美香のような左寄りの論客を入れているのは、この運動にとって右か左かは関係がないことを示すためでしょう。ピボット情報室をクリックすると、ピボットの基本思想のところに、左翼も右翼もなく、グローバリズム新自由主義から反グローバリズム国民主義へと転換しようとする運動とあります。資料画像を拡大すると、左にポリティカルコンパスがあって、左か右か、リベラルか保守かという違いと、グローバリズムか反グローバリズムか、新自由主義か国民主義かという違いは異なることが示されています。国民主義というのはナショナリズムのことですが、国家主義と訳すと右寄りな印象を与えるので、国民主義と訳したのでしょう。ハイエクなどの自由主義者も、右のファシズムと左の共産主義を集産主義、コレクティビズムとして同一視し、自由主義に対立するイデオロギーとみなしていたので、この認識は両陣営で共有されていると言えます。右側の表にはピボットの内容が詳しく書かれています。この表には大きな問題があると思うのですが、これについてはまた後で取り上げることにします。推薦図書を見ると、ピボット全般に関する本として、目から鱗が落ちる奇跡の経済教室という本が挙げられています。実は先ほどの2つの図と同じような図がこの本に掲載されています。著者の中野剛は呼びかけ人に名を連ねていませんが、令和の政策ピボットの理論的支柱になっているようです。そこでこのプレゼンテーションでは中野のピボット論を取り上げようと思います。しかしその前に、まず現代貨幣理論がもともとどのような理論であったのかという基礎的なところから話を始めたいと思います。現代貨幣理論は一つの理論ではなく、過去に存在したさまざまな理論をまとめたパッケージです。パッケージの中にある代表的な理論を貨幣論と財政論に分けると、貨幣論としては、ゲオルク・フリードリヒ・クナップの表権主義、アルフレッド・ミッチェル・イネスの貨幣信用論、財政論としては、ウィン・ゴドリーの部門別収支バランス論、アワ・ラーナーの機能的財政論が重要です。以下第2章と第4章で現代貨幣理論の貨幣論と財政論の是非をそれぞれ検討し、第3章と第5章で中野による貨幣論と財政論の解釈を検討したいと思います。第2章、現代貨幣理論の貨幣論。貨幣とは何か。
貨幣が持つ価値が何によるかを論じる貨幣論としては、交換媒体、価値尺度、価値保存手段として最適な商品が貨幣として機能するようになったという商品貨幣論、国家による法的な強制で法定通貨は貨幣として機能するという法定貨幣論、現在の給付に対する将来の反対給付が信用されるとき、その債務証書は貨幣として機能するという信用貨幣論が代表的です。この中で最も古くから信じられているのが商品貨幣論です。古来貨幣として最適とされた商品は金や銀といった貴金属です。貴金属の価値はその質量に比例するので、当初は表量貨幣として使用されていました。もとより決済のたびにいちいち重さを測るのは不便なので、そうした金属主義に代わって権力者がコインの価値を貴金属の含有量とは無関係に決める名目主義が登場しました。名目主義のもと鋳造されるコインの価値はその素材の価値よりも大きいのにもかかわらず、なぜコインは貨幣として流通するのかという疑問に答える理論として登場したのが法定貨幣論です。ドイツの経済学者ゲオルク・フリードリヒ・クナップは1905年の著作貨幣国定学説で、貨幣は物々交換の不便を解消するために民間で自発的に生まれたのではなく、課税権を持った国家が納税の手段として指定することで価値を持つようになったという説を唱えました。法定貨幣論といっても、国家が何かを貨幣にすると法律で決めるだけでは通貨として普及しないことに留意してください。律令制下の日本は和道開鎮をはじめとする公帳12銭を鋳造しましたが、通貨としてあまり普及せず、10世紀末には鋳造が中止となり、以後600年間公的な貨幣が鋳造されませんでした。失敗の原因として貨幣品位が低くて商品貨幣として評価されなかったことが挙げられます。しかし、たとえ貨幣品位が低くても公帳銭を納税の手段として強制していれば通貨として普及していたことでしょう。ところが律令制下の日本では租用徴として徴収される税は原則として物納でした。銭で納税する徴銭も認められていましたが、一般的ではありませんでした。公帳12銭の失敗はクナップの説で説明できるということです。近代的な税金制度が確立したのは明治時代になってからのことです。江戸時代の農民は農期に年貢米を納めることで納税義務を果たしました。明治時代以降の近代政府は農期に先立って農家から米を徴収できます。その際、政府が米と引き換えに農民に与える法定通貨は政府の債務証書という性格を持ちます。農家は農期にその債務証書を納税義務と交換できるからです。政府からすると納税義務を課すことで借りを返せたわけです。この絵だけを見ると江戸時代とやっていることはあまり変わりがないと思うかもしれませんが、法定通貨という債務証書を媒介とすることで政府は何でも必要な商品を必要な時に調達でき、片や納税者は納税のために特定の商品を提供する必要はないので、双方にメリットがあります。しかし最大のメリットは汎用性と信頼性の高い交換媒体ができることです。納税義務は誰にでもあるので、納期に物納を免除してくれる債務証書はすべての人の欲望の対象となります。
その結果、民間での物々交換にも債務証書としての法定通貨が交換媒体として広く使われるようになったのです。クナップの法定貨幣論は表権主義、チャータリズムと呼ばれます。名前の由来はカードを意味するラテン語のカルタです。表権主義を分かりやすく説明した例え話として、ウォーレン・モズラーの名詞があります。子供が家事をすると、親の名刺がもらえるとします。そして毎月200枚の名刺を親に払うという義務を子供に課し、この義務が果たせない子供は家から追い出すと親が宣言します。親の名刺は子供にとって何の価値もないはずなのに、こうすることで子供は必死に家事をして親の名刺を集めようとします。英語で名刺をビジネスカードというので、これはまさに表権主義です。この話における親を政府、公納税者、家事を公共事業、家での食事や生活を行政サービス、名刺を俯瞰紙幣、名刺の回収を納税と置き換えれば、国家の財政と同じということに気がつくはずです。これはあくまでも例え話ですが、政府でなくても民間でも貨幣もどきを発行できることを示唆しています。クナップの表権主義を一般化したのが信用貨幣論です。信用貨幣論の先駆者、ヘンリー・ダニング・マクラウドは1872年の著作で、通貨と譲渡可能な負債は同義語と言っています。法定通貨は譲渡可能な政府の負債ですが、民間の負債であっても債権が譲渡可能なら通貨というのです。マクラウドの通貨の定義をさらに拡張したのがミッチェル・イネスで、彼は1914年の著作「貨幣信用論」で、信用はそして信用のみが貨幣であると言っています。つまり譲渡可能でなくても全ての負債は貨幣ということです。これは少し広げすぎているような気がしますが、現代貨幣理論はマクラウドよりもミッチェル・イネスの定義を採用しています。どちらの定義を採用するにせよ、クナップの説とは異なり、政府だけでなく民間も借金をすることで貨幣を発行できることになります。例えば銀行は貸し出しによって預金通貨を創造しています。いわゆる信用創造です。銀行以外の一般の民間企業も株式、債券、手形、小切手などの有価証券を発行しています。これらは民間発行の貨幣とみなせます。ウォーレン・モズラーの名詞も、もし本当に実行するなら、家庭内通貨ということになります。もちろん、同じ債務でも発行主体によって信用の度合いは異なります。現代貨幣理論は、政府と中央銀行が発行する債務証書、銀行が信用創造により膨らませる預金通貨、銀行以外の民間主体が発行する債務証書の順に貨幣として受け入れられる難易度の序列を作り、それを負債のピラミッドと呼んでいます。クナップの貨幣国定学説が政府の負債だけを貨幣としたのに対して、ミッチェル・イネスの貨幣信用論は貨幣の範囲をピラミッドの下の方まで拡大しました。現代貨幣理論は両者の説を採用しているので、貨幣論としては法定貨幣論と信用貨幣論を採用する一方、商品貨幣論は拒否するスタンスをとっています。
第3章中野の商品貨幣論批判。中野は現代貨幣理論の立場から商品貨幣論を誤りとする理由を2つ挙げています。第一に、貨幣が物々交換から発展したという証拠は未だ発見されていない。それどころか、金属貨幣が発明されるより数千年も前のメソポタミア文明やエジプト文明においては、国家が税の徴収や支払いなどを計算するための単位として貨幣が使われていたことが判明している。このため、歴史学や人類学における貨幣研究は軒並み商品貨幣論を否定している。第二に、1971年にドルと金の打換が廃止されて以降、世界のほとんどの国が貴金属による裏付けのない俯瞰通貨を発行している。しかし、なぜそのような俯瞰通貨が流通しているのかについて、商品貨幣論では納得できる説明ができないのである。こう中野は言っているのですが、まずは1番目が正しいかどうかを検討しましょう。メソポタミア文明で国家が税の徴収や支払いなどを計算するための単位として貨幣が使われていたという事実はありません。くさび型文字ができる前、クレートークンという粘土でできた模型が会計用に使われていましたが、これは記録を保存するための言語として機能していたものの、貨幣としては機能していませんでした。メソポタミア文明の税は物納だから、債務証書としての法定通貨を発行する必要がなかったのです。もちろん、この時代にも債務自体は存在しました。債務即貨幣というミッチェル・イネスの定義に従うなら、貨幣が存在したことになりますが、譲渡可能な債務ではなかったので、マクラウドの定義に従うなら貨幣ではないことになります。ミッチェル・イネスの定義に基づいて、譲渡可能ではない債務を貨幣とみなしても、その貨幣には貨幣の3機能のうち、価値保存手段としての機能しかなく、交換媒体と価値尺度は別途必要になります。メソポタミア文明で交換媒体と価値尺度の機能を果たした貨幣は銀と大麦でした。ウル第三王朝時代のくさび型文字粘土板には、さまざまな商品の価格が銀との交換比率という形で記載されています。安い商品の価格は銀ではなくて大麦との交換比率で示されていました。銀が日本銀行券のような本位貨幣であったのに対して、大麦は硬貨のような補助貨幣と考えれば分かりやすいと思います。もしも銀や大麦が単なる商品なら、その交換比率は時間とともに変動するはずですが、実際には固定されていたことから、銀と大麦が貨幣として機能していたと言えます。古代エジプトでは古王国時代から金が貨幣として使われていましたが、税は穀物や労役という形で物納されていました。メソポタミア文明でも税の支払い手段は銀や大麦だけではなく、さまざまな種類の穀物、家畜、木材、労働など支配者が直接必要としているものでした。税が貨幣で納められるようになったのは古代ギリシャの時代からです。民間の債権が譲渡可能になったのはローマ帝国の時代からです。つまり信用貨幣が貨幣の3機能を果たすようになったのは古代ギリシャ・ローマ時代になってからで、それ以前の
メソポタミア文明やエジプト文明の時代における完全な意味での貨幣は金や銀といった商品貨幣であったということです。中野は貨幣が物々交換から発展したことを否定していますが、そもそも税とは行政サービスに対する対価ですから、税の物納は物々交換であると言えます。それゆえ中野のように物々交換起源説を否定することは、現代貨幣理論にとって自分の首を絞めることになります。税の物納は不便なので、その不便さを解消するために、貨幣が交換を媒介するようになったというように、税金の誕生を説明できます。このようにクナップの説も物々交換起源説で説明できます。中野の2番目の批判は、商品貨幣論では俯瞰通貨の流通が説明できないというものですが、実はできます。しかし、それを指摘する前に、現代貨幣理論では説明できない通貨を指摘しましょう。それは暗号通貨です。2009年から使われるようになった代表的な暗号通貨、ビットコインは、2019年にエルサルバドルの法定通貨の一つとなるまで、どこの国でも納税手段として使えませんでした。考案者のサトシ・ナカモトや誰かが価値あるものとの交換を保証しているわけでもありません。中野は暗号通貨の価値を支える基盤的な価値は何もないと言っていますが、もしも本当に何の価値もないのだとするなら、なぜビットコインは10年以上にわたって高値で売買されているのか説明がつきません。ビットコインの価値は商品貨幣論で説明できます。経済学では商品とは売買される財やサービスのことです。ビットコインには財としての商品価値はありませんが、決済サービス、つまり金融商品としての商品価値はあります。法定通貨を用いた従来のオンライン決済と比べ、ビットコインを用いた決済は手数料がより低く、消費税がかからないという点で優位性があると思うからこそ、ユーザーはビットコインという金融商品の所有権を購入するのです。商品貨幣論は俯瞰通貨である法定通貨の価値をも説明します。もしも法定通貨が納税にしか使えないなら、法定通貨の価値は実際よりずっと低く、かつその需要も実際よりずっと小さいことでしょう。その結果、政府は納税で回収できる金額の通貨しか発行できなくなります。これは財政は赤字でも構わないという現代貨幣理論の財政論と矛盾します。それゆえ、俯瞰通貨にとって商品貨幣としての役割も重要であり、現代貨幣理論は商品貨幣論を否定すべきではありません。貨幣論に関する私の結論をまとめましょう。貨幣が貨幣として機能するための条件は2つあります。1つは普遍的欲望の対象であること。もう1つは反対給付への信用があることです。商品貨幣論は1番目を、信用貨幣論は2番目を重視した貨幣論です。ビットコインは一部の国が法定通貨に指定する前は、誰も価値あるものとの交換を保証しませんでした。この意味で2番目の条件を満たしません。それでもより良い決済サービスは普遍的欲望の対象ですから、1番目の条件を満たします。ウォーレン・モズラーの名詞は、もしも子供の数が1人なら、欲しがるのは1人だけですから、
1番目の条件を満たしません。それでも親が引き換えに食事と在宅の権利を保障しているのですから、2番目の条件を満たしています。最も典型的な貨幣である法定通貨は、2つの条件を完全に満たしています。すべての国民は納税の義務を負っているので、納税に必要な法定通貨は普遍的欲望の対象です。また国家という最も信用されている主体がその価値を保証しているのですから、反対給付への信用という点でも群を抜いています。法定貨幣論は2つの条件を満たす法定通貨が最も流通する貨幣であることを正当化する貨幣論として位置づけられます。第4章、現代貨幣理論の財政論。現代貨幣理論に従うなら、国債も法定通貨も政府の債務という点で本質的に変わらないということになります。しばしば国債の発行残高が増えると、子孫に借金のツケを回すなと言って残高圧縮を主張する人がいますが、そういう人は法定通貨も政府がすべて回収すべきだとまでは主張しません。しかし、現代貨幣理論の表権主義と信用貨幣論からするなら、どちらも政府の債務という点では同じですから、国債だけをすべて償還すべしという結論にはなりません。債務としての法定通貨は税により一部が償還されますが、大部分は市中で流通したままです。国債も同様で良いのではないかと現代貨幣理論の支持者は考えるのです。財政赤字を正当化する現代貨幣理論の財政論として重要なのが部門別収支バランス論です。これは英国の経済学者ウィン・ゴドリーが国民経済のマクロ経済分析のために開発したセクター分析のフレームワークで、それによれば一国の経済において政府部門、民間部門、国際部門の間で政府部門の財政収支足す民間部門の貯蓄投資差額イコール国際部門の経常収支、つまり政府支出引く税収足す民間貯蓄引く民間投資イコール輸出引く輸入という関係が成り立ちます。話を単純化するために経常収支をゼロとして国際部門を無視しましょう。そうすると政府の赤字は民間の黒字、政府の黒字は民間の赤字ということになります。政府の赤字というと何か悪いことのように聞こえますが、それが民間の黒字をもたらすとするなら必ずしもそうではないことになります。機能的財政論も財政赤字は必ずしも悪くないという考えに基づく財政論です。ロシア生まれの英国の経済学者アバ・ラーナーはケインズ経済学の影響を受けて経済をコントロールするための手段として財政赤字を機能的に使うことを提唱しました。すなわちデフレで失業率が高いときは完全雇用を目指して政府支出を増やしたり減税したりして財政赤字を拡張し、市中に出回っている通貨の量を増やし、リフレ効果を狙うべきで、完全雇用が実現し、インフレが行き過ぎるときは、政府支出を減らしたり増税したりして、財政赤字を縮小し、市中に出回っている通貨の量を減らして、ディスインフレを目指すべきと主張します。こうした機能的財政論の主張は道理にかなっていますが、問題は機能的財政論が反グローバリズムや
反構造改革を提唱する令和の政策ピボットを正当化するかどうかです。次の章ではこの問題を取り上げましょう。第5章、政策ピボットは必要か。すでに紹介したように、中野は平成以降のデフレを脱却するために財政赤字を増やし、緊縮財政の新自由主義から積極財政の国民主義へ転換すべきだとして、この表に書かれているような令和の政策ピボットを提唱しています。しかし、この表にはおかしなところがたくさんあります。需要対策のところを見てください。小さな政府が増税というのは明らかにおかしいし、新自由主義が金融引き締めというのもおかしいのではないでしょうか。ここで新自由主義とは何かをおさらいしておきましょう。この言葉が最初に使われたのは1844年のフランス語で、自由放任的であった古典的自由主義とは異なり、国家の限定的な介入を認める自由主義の一形態という意味でした。今日、新自由主義といえばミルトン・フリードマンの自由主義です。フリードマンはマネタリストなので、マネタリスト的な介入を認める自由主義と理解してもらえばよいでしょう。フリードマンは1998年に金融危機に陥った日本に対して、国際買い入れオペによる量的金融緩和を推奨していました。マネタリストなのですから、デフレの時にマネーを増やせと主張するのは当然のことです。財政政策としては、小さな政府という観点から政府支出の拡張を批判し、減税を勧告していました。フリードマンに限らず、米国では小さな政府を主張する共和党の政治家は、不況対策として減税を好む傾向があります。新自由主義の本家本元であるフリードマンが、金融緩和と減税を日本に進めていたのですから、新自由主義の政策を金融引き締めや増税と決めつけることは間違いです。そもそも小さな政府がデフレを、大きな政府がインフレをもたらすという二元論は粗雑に過ぎます。実際には大きな政府も小さな政府も、それぞれ独自の方法でデフレとインフレの両方に対処を試みます。この表にまとめたように、金融政策はデフレの時には緩和、インフレの時には引き締めというようにどちらも同じですが、財政政策には違いがあります。大きな政府を目指す国家主義や社会主義は、デフレの時、財政支出を拡張するリフレ政策を取り、インフレの時は増税によって景気の過熱を抑制するディスインフレ政策を取ります。これを繰り返せば、歳出と歳入の両方の規模が拡大し、大きな政府が実現します。小さな政府を目指す新自由主義は、デフレの時は減税によって通貨供給を増やすリフレ政策を取り、インフレの時は財政支出の削減によって景気の過熱を抑制するディスインフレ政策を取ります。これを繰り返せば、歳出と歳入の両方の規模が縮小し、小さな政府が実現します。このように大きな政府でも小さな政府でもデフレ対策とインフレ対策の両方が可能です。違いは、大きな政府では政府主体の経済となるため生産性が低下し、小さな政府では民間主体の経済となるため生産性が上昇するところにあります。この違いは供給対策でも生じます。中野は
デフレが起きるのは需要が供給を下回っていることが原因だとして、一方で需要を増やす需要対策を掲げながら、供給を減らす供給対策をも掲げています。令和の政策ピボットが反緊縮財政だけでなく、反グローバリズム、反構造改革を主張するのはこのためです。中野は奇跡の経済教室の中でこう言っています。デフレの時に企業の生産性が向上すると、供給過剰がさらにひどくなってしまいます。ですから、デフレの時には企業の生産性は向上させない方が良い。産業や労働者は保護して競争は抑制しろ。グローバル化には背を向けて保護主義に走れ。政府は大きくしろ。公務員は増やせ。公務員の給料も上げろ。無駄な公共投資であっても増やす方が削るよりもずっとまし。確かに積極財政とともにこうした新自由主義とは逆の供給対策をすれば生産性が低下しインフレになるでしょう。しかしそれは悪いインフレであって良いインフレではありません。デフレから脱却することは重要ですが、インフレなら何でも良いということはありません。グローバリゼーションと構造改革により生産性が上昇するなら、インプットに対するアウトプットが増えるのですから、賃上げの余地が増えます。その結果、賃金上昇率が物価上昇率を上回る良いインフレが可能となります。これに対してグローバリゼーションや構造改革を拒否して生産性を低下させるなら、賃上げの原資である利益も減るので、物価上昇率が賃金上昇率を上回ってしまいます。これは生活苦をもたらす悪いインフレです。中野は国民主義の観点から良いインフレと悪いインフレの区別に普通とは異なる定義を施しています。例えば輸入牛肉の価格が上がると国産牛肉が売れ国内の業者が儲かるから良いインフレであるのに対して原油価格が上がる場合国内で原油が取れないので国内業者は儲かりません。したがって悪いインフレだというのです。しかし外国の業者を儲けさせないからといって良いインフレになるとは限りません。そこで海外と貿易を行わない閉鎖経済で考えてみましょう。かつての共産圏は西側とほとんど貿易を行わなかったという点で閉鎖経済に近いと言えます。しかし市場原理が機能しなかったので生産性が低く、その結果慢性的な物不足と低賃金による生活苦、つまり悪いインフレが生じました。このように外国を儲けさせないからといって豊かになれるということはありません。開放経済でも閉鎖経済でも豊かになれるかどうかは生産性が高いかどうかによって決まるのです。だから生産性はインフレかデフレかに関係なく常に向上させなければいけないのです。最後に結論をまとめましょう。現代貨幣理論は特定のイデオロギーと結びつく理論ではないので、大きな政府だけでなく、新自由主義的な小さな政府をも正当化し得ます。すなわち小さな政府でも減税と量的金融緩和というポリシーミックスでリフレを実現できます。他方で大きな政府による積極財政、つまり政府支出の拡張は生産性を低下させ、物価上昇率が賃金上昇率を上回る悪いインフレをもたらします。
故に賃金上昇率が物価上昇率を上回る良いインフレを実現するには、供給サイドの新自由主義的な構造改革によって生産性を上げなければいけません。したがって新自由主義を否定する令和の政策ピボットは間違いであるというのが私の結論です。このチャンネルでは私のコンテンツに興味を持ってくださる方に更新情報をお知らせする長井俊哉ニュースレターというメールマガジンを配信しています。登録するには japanese.nagaitoshia.com にアクセスしてください。完全無料でいつでも登録を解除できるのでお気軽に試してください。